どうも、田舎もんです。もともとね、こんな感じやった物置なんですけども、コンクリをね、打って、とりあえずのね、生活スペースにしたいなというふうに考えているので、前回はこうやってね、雨戸の戸袋を破壊して、物置をね、広々としていきました。土もね、若干削って、準備を進めていたんですね。そしたらですね、そこに僕の師匠であるマーシーさんがですね、様子を見に来てくれました。本当に彼にはね、いろんなアドバイスをいただきまして、この家をね、いじっていく過程でもですね、いろんな教えをいただきまして、本当にね、彼なしでは進んでいけないっていう感じなんですけども、で、今日はですね、時間があるってことで、手伝ってもらうことにしました。家の西側、ここですね、ここの木を切り倒すのを手伝ってもらうことにしました。この奥にはですね、以前僕がこういう風に草刈りした空き地があるんですね。で、ここにね、車を通せるように、この道をつけたいので、この木をね、切っていこうと思います。でこんな木ぐらい一人で切れるやろっていう話なんですけども、僕自身ね、木を切り倒すのはほとんど経験がないので、しかもですね、周りにね、自分の家もあるし、隣の人の畑もあるし、違う場所の木ではですね、電線にも当たりそうな場所もあるので、ちょっとね、一人でやるのは本当怖かったんですよね。でもやらないかんので、いつやろうかなと思ったところをね、来てもらって、本当助かりましたよ。こんな感じでね、容量が悪いんですよ。もう押したら倒れる状態なんですけどもね、全然気がついてませんでした。で、少しですね、南側へずれまして、こちらの木ですね、こちらがね、電線が近くにあるので、枝をね、少しずつ落としていくといいと、そういう風に教えてもらいました。で、僕のチェーンソーがね、あまりにも切れないということで、一回ね、研いでるんですけども、このね、ヤスリ自体がもうあかんのちゃうかと。ヤスリを変えなくちゃいけないっていうのを全然知らなくてね、同じヤスリを僕は1年以上使い続けてましたよ。そしてチェーンもね、ちょっと張りすぎじゃないかと、そういう風なご指摘を受けまして、調整し直しました。で、若干改善したかなっていう感じなんですけども、で、こうね、右側には人様の畑があるので、そこにね、ダメージを与えないように、ちょっと考えながら枝を落としていってます。左側にはね、家の屋根があるし、奥には電線があるので、もう手前にしかね、倒せないんですよね。で、最終的にこういう風にロープをかけて、上のね、枝は落とそうという風にしていってます。で、ここですね、ちょっと僕たちがね、予想してる以上にね、早く木が倒れてきてしまって、こんな感じで2人でね、ビビってるんですね。ちょっとヒヤッとしたね。でもね、上は全部落としたんで、下のね、幹の部分を倒していくだけなんで、ここはね、僕もできるかなと思って、作業していってます。そう思ってやってるんですけども、こうやって受け口を作るのがね、見てる分にはめちゃめちゃ簡単そうに見えるんやけど、実際やってみると全然ね、思ってる角度というか方向付けができなくて、改めてね、こういうプロはすごいもんやなと。今回ね、家のシロアリの駆除のね、真似事してみたり、大工の真似事してみたり、こうやってね、林業の真似事をしてみたり、いろいろとね、真似事をやらざるを得ないんですけども、やってるとね、本当にね、それぞれのプロがそれぞれにすごいなと、本当にね、心の底からね、実感するわけですよ。プロのレベルには到底及ばないですけども、こんな感じで一つ一つね、勉強しながら、こういうね、田舎暮らしのね、技術を学んでいけたらいいかなと。押してみたらね、もうめちゃめちゃ簡単に倒れる状態だと。あれやる？あれね、あれちょっと強敵なんですよね。このね、北側の木なんですね。これは結構大きいんですよ。こっちもね、結局、人のね、畑とか、家の屋根とかあるんで、ちまちまとね、枝を落として、やっていこうかなと。で、マーシーさんもね、ちょっと横着なところがあってですね、下から無理やりこうやって切ってたらですね、チェーンソーが挟まれました。こういうこともあるもんなんですね。一個一個ね、こういう機械使うのは横着せずに、
丁寧に仕事するのが一番安全なんだなと、まあそういうふうに思いますね。でなぜかですね、マーシーさんがね、僕以上にカメラのことを気遣いしてくれてですね、アングルのこととかね、ここにあるとカメラが危ないとかね、いろいろ気にしてくれるんですね。もう正式にマーシーさんをね、アシスタントとして雇いましょうかね。めっちゃ考えてくれてるでしょ、カメラの角度とかね。でこんな感じでね、枝を落としていくんですけども、ここですね、ここは結構ね、怖かったんですよ。映像で見るとね、大したことないんですけども、脚立に乗ってるとね、めちゃめちゃ怖かったですよ、これは。脚立倒れるかと思った。まあいけるとは思ったけど、ちょっと不安定だったね。怖いね。考え中？ありがとう、雨どいも掃除してくれた。この辺もね。腐葉土できてるでしょ。この雨どいにね、上の葉っぱが長年降り積もってですね、もう腐葉土みたいになってるわけなんですね。これもね、いろんな虫が湧いてくる原因になりますよね。まあ、今回ね、こうやって木を切って、まあ、さっぱりできて本当にね、気持ちいいですよ。で、マーシーさんね、僕のチェーンソーがあまりにもやっぱ切りにくいってことで、自分のチェーンソーを取りに帰りました。で、こっからね、僕一人でまあしばらくの間作業してるんですけども、まあ、一人になった途端これですよ。もう屋根とかもバンバン当たりまくってるしね。ここが一番ひどかったですね。もう大失敗ですよ、これは。まあ、僕なりにね、いろいろ考えて、受け口作ってやってたんですけども、まあ、全くね、想定外の方向に倒れていくんですね。で、まあ、一人なんでね、とりあえずもうロープかけて、もう落とそうと。多少傷んでもしょうがないなと。もう雨どいとか痛みまくりますよね、こんなんしたら。こんなんしてたら、ちょうどね、マーシーさん帰ってきてね、もうあと5分早く帰ってきてもうとったら、いろいろ結果違かったのになと、まあ、内心思いながらですね、平静を装ってますね。あと変わりませんわ。そうやろ、そう言うと思って頼むの申し訳ないな思ったけどさ。まあでもなんですね、こうやって笑い合いながらね、一緒に仕事できると本当にね、気が楽っていうか楽しいですよね。一人だとね、なんかこう気がめいってくることが多かったんですけども、やっぱね、仲間がいると違いますね。まあそんなこと言いながらですね、残りのね、この幹の部分をマーシーさんのね、お気に入りのハスクバーナーでね、切っていってもらってます。やっぱ音が違いますよね。で、このね、切った木を細かくしていって、まあ処分しやすいようにね、していってます。まあさすがにね、チェーンソー2台でブンブンやると、まあご近所さんにね、まあうるさいかなと思ったりもするんですけども、まあね、機械使わんとね、どうにもならないですからね、こういうのは。いい巻きが取れましたね。来年の冬にはね、これで暖を取りたいなと、今から妄想しておきます。で、続いてですね、東側の方へ回ってきました。こちらはですね、この根元にですね、画面中央にあるような白いね、この辺の畑を使ってる人の共有のね、給水管っていうかな、があるので、まあそれをもしね、折っちゃったらえらいことになるんで、まあ慎重にね、どういう風に倒していこうかと、まあ相談してるんですね。おまけにですね、右側にね、お隣さんが最近植えた柿の木があるんですね。まだまだ小さいので、もしね、この木が当たっちゃうと、もう折れちゃうので、まあ、その間をですね、うまく通していくと、ちょっとね、レベルが上がってきました、仕事の内容が。
こうロープをねかけてうまくねその間を通していこうという感じなんですね。でお隣さんもねすごいいい人で、僕らがこうやって作業してると声をかけてくれて、最悪ね木が当たって折れてしまってもかまへんどと、そういう風に言ってくれまして、僕らもね恐る恐るですけどもチャレンジしてみました。で結果ねめちゃめちゃうまいこと言って、レベルアップしたなっていう感じですよ。そして続いてね2本目の木も同じように倒していってうまいこといきました。3本目、めちゃめちゃうまいこといきました。僕はねロープ引っ張ってるだけなんですけどね。一発目のはちょっと反省やね。いきなり切りまくっちゃうとか、いやそれでさ引っ張るとかね。あれは危なかったよね。もみじだし。そうなんですよ、もみじだしって。でこの最後の木はねもみじなんでね、こういう風にね風情もあるので、ある程度ねその屋根の上にかかってる枝だけ払って、本体は残しておこうと、そういう風に思いました。なんかねそういう風情も大事ですよね。で切った木をですねこんな感じでひたすら裏庭にねとりあえず放置です。またこれはぼちぼちと切ってまたね燃料にしていったらいいかなと、そういうふうに思います。この雑然とした感じがねすごい裏庭らしいですよね。で東側ねビフォーこんな感じでした。で切り倒してこういう風にねめちゃめちゃすっきり風通し良くなりましたね。気持ちいいですよ。本当にマーシーさんのおかげですね。でこっち西側ですね。西側もねもともとこんな感じだったんですけども、こういう風にねすっきり見通しが良くなりました。ただねこういう片付けが大変なんですよね。これはねぼちぼちやっていこうと思います。仕事早いでな。2人いるとあれだよ。そして次回ですね、また物置の方へ戻りまして、コンクリを打つためにね整地の方地面を削ってねやっていこうと思います。次回はね正直めちゃくちゃ地味な映像の連続になりますので、面白いかどうか僕も自信ありません。見てもらってね、判断してもらえたらいいかなと思います。ほんとねこれは辛い仕事でしたね。今回もね最後まで見ていただいて本当に感謝です。またね次回見ていただくとより嬉しいです。それではまた。